どうもです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。清直樹です。今回はありがたいことにまたフイオン様からこちらのカンバス16ジェネレーション3をご提供いただきましたので開封、イラストメイキングレビューしていきたいと思います。以前レビューしましたカンバスプロ16の新しいアップグレード版となりまして、どういったところが変わったのか確認していきます。では早速開封。一番絵には何やらプリントがありますね。見てみると出荷時のキャリブレーションの設定を示してくれているようです。モニターは部屋の蛍光灯の色などで見える色味が変わってしまいますから、環境ごとに厳密に色を調整することをキャリブレーションと言います。基本的にはキャリブレーションツールを使用しない限りは必要ありませんが親切ですね。こちらが本体になります。大きさはあまり変わらず大きすぎない良いサイズ。1センチほど小さくなってもセンサー部分は同じ 15.8 インチ。解像度も変わらず 2.5K で高精細。薄いボディで収納もすっきりできますね。一目でわかる違いはホイールが2つもついていること。以前はボタン8つのみでしたが6つになった代わりにホイールが2つもつくのは嬉しい。どうやらペンもアップグレードがされているようで、筆圧は倍の16000レベル。なんとペンボタンも2つから3つに増えているようでそちらの方が体感嬉しいかもしれない。作業効率はだいぶ上がりそうです。ペンスタンドも新しくなっていますね。コンパクトな上に十分な安定感があります。せっかくなので立てかけておきましょう。こちらは説明書とクリーニングクロス。それとグローブですね。せっかくなのでつけてみます。以前のものと同じでしょうか。小さすぎない良いサイズ。ふきふき。説明書は多言語対応。電源ボタンや USB の位置などは以前のものと変わっているので、特に電源用の上部 USB の位置には注意です。ペンスタンドを使った返信のやり方も書いてあります。そしてこちらが新しいフイオンデジタルペン PW600 ライト。ペンテック 4.0 になり高精度になりましたが何よりサイドボタンが3つあります。たくさんあれば混乱もしますが3つくらいは大きい違いではないでしょうか。ペンの起動圧が 2G とあるので使用感がとても気になるところですね。これはペンスタンドで横置きしやすい形に変わっています。ひねって開けると中には10本の返信がついていますので長持ちしますね。モニターのガラス面はアンチグレアのテクスチャ加工がされているようで、手触り感のある質感かつ録画中の私も反射を気にしなくてもいいし、書いていても表面反射を気にしなくていいものになってますね。アダプターと USB コネクタ類は大きく変わらないです。以前と同じく赤いコネクタは電源用でつなぐ位置に注意してください。USB-C タイプであれば HDMI ケーブルなしの2本接続タイプで済みますが、USB-A タイプでも HDMI ケーブル付きで3本接続タイプを使用可能です。電源用には延長ケーブルが付いています。さて、これで付属品は以上になります。機能が向上したカンバス、使用感が気になりますね。早速使用していきたいと思います。まず、私はまた自分のノートパソコン、Surface Pro 8につなごうと思いますので USB-C のみの2本接続になります。
こちらの上部に電源用 USB。下をパソコンに接続します。公式サイトからドライバーをダウンロードし、電源を入れて起動します。まず、ディスプレイ設定ですがカンバスは QHD になり、クリップスタジオなどの文字の表示が小さくなっている場合は、拡大、縮小の値を 150% などにすることでちょうど良くなるかと思います。ドライバ設定については、2つのホイールにズームインとブラシサイズをデフォルトのままで、6つのショートカットキーについてはこのようにしました。ペンの設定は悩みましたが、とりあえず3つ目にスポイトを設定し使っていきます。それではイラストを描いていきましょう。実物を前にしてカンバスの大きさはちょうどいいなと改めて思いますね。早速ホイールの拡大縮小とブラシサイズの間隔を確かめます。やはりホイール2つはいいものかも。今回はスケブでのイラスト依頼をいただいたユジさんの OC を描いていきます。ユジさんスケブのリクエスト、ありがとうございました。イラストの依頼にはキャラクターのイラストであったりシチュエーションの指定などがありますからそれを元にイメージを起こしていきます。大事なのはまず、そういった依頼文や資料を見て頭の中で浮かぶイメージがあるかどうかは大きく、それがない場合は浮かぶまで資料漁りをする必要があるということです。キャラクターイメージは浮かんでいるものがあるんですが、今回はギリシャ神話的な世界観ということなのでそういった絵画などから背景に神殿などを配置してみようと思っています。ラフスケッチはほとんど拡大もせず、ブラシサイズも変えないので書きつつコントロール Z を押し続けるだけになりますね。手元を映してはいますがピントがずれていることがあり申し訳ないです。ペンの使い心地は非常に良く、レスポンスにズレなども全く感じない。ずれているのはピントだけ。先ほどペンの起動圧が 2g と紹介した通り、思ったポイントに滑らかに線が入っていきます。この鉛筆ツールは筆圧によって濃さも変わりますが細かく検知されているのでしょう。正直人間の感覚として感じられるものなのかがわからないですが滑らかだということは言えますね。思ったポイントに入ると言いつつ何度も戻るじゃあのいこと思われると察しますが、センサーの精度ではなく人間の精度が低いからです。申し訳はあります。仕方ないじゃのいこ。それはさておき、顔から描き始めているところをお見せしていますが、これはあまり初心者におすすめする方法ではありません。先ほど申した通り、全体のイメージが頭の中でつかめている状態で可能なことであることと、それがスムーズに進む条件だと思います。ただ、得意な角度や得意な書き方というのはあると思うのでイメージをつかみやすいスタート地点から始めるのもいいかと思います。全体を書くときは画面を縮小気味にし、常に全体がつかめるくらいでスケッチをしていきます。スケッチ段階でズームすることはほぼないです。ラフを書いていると別案が浮かぶことはいつもあることなのでそういうものを書き出して比較、改善するとクオリティアップにつながります。特に初心者はラフをできる限りたくさん出すのがおすすめです。私に限っては経験上初めのアイデアに結果的に収束するのでたくさん出すより一つ一つ浮かんだイメージを大事にする方向でやっています。これは自分に決定権があることと、条件が多くないスケブなどのコミッションならではなのだと思うので、
案件イラストなどではちゃんと確認しつつやりましょう。イメージがない状態でポーズを考えるときですが、実際にマネキンなどがなくとも大まかな丸の配置とシルエットで把握することが一番楽だと自分は考えています。この段階では正しいかどうかより自分にとって心地よいかどうかで判断してますね。楽であることがリラックスしてガチガチな絵にならないコツだと思っています。フォームやしなり、動きというのはその前後が見えているかで変わってきますので、人形で当たりを取る際も動いているのが見えていることが大事かなと思います。さて、やはり元の案がいいなと戻ってきたところでシルエットを切り出していきます。シルエットはとても大事で、第一印象を最も与える部分なのでしっかりとエッジを明確にしていきます。ラフ時点でも意識していますが、どういったキャラクターなのか、何をもって何をしているのかなど一見でわかる視認性を決める大きなポイントです。ここからは最も長い陰影作業です。はじめは最も暗いポイントと線画を描画することでその後のライティングの明確化をしていきます。恥ずかしいですが瞳の作業を拡大してみてみます。ブラシ設定が見づらいですが私は G ペンの筆圧ぼかし設定をして半透明 70% くらいで陰影をつけるのが好きです。これは感覚的にアクリル絵の具に近しいと思い込んでそう使ってきたからです。顔から描画していくのは最もモチベにつながり勢いがつくのと、最も見られるパーツが終わればその他の情報量の指針になると思っているからですね。これくらい描けばいいというゴールが決まるというのは数をこなす上で大事だったりします。ただ、だるまに目を入れるように最後にすることで締まる方もいるかもしれません。どう進めるが良いかは人それぞれですね。ここでわかりづらいですがペンの3つ目のサイドボタンに設定したスポイトで色を変えつつ厚塗りもしていきます。ぼかしツールも使ってエッジや表面を滑らかにしたりもしつつラフを埋めていくように厚塗ります。イラストそのものもですが、長い陰影作業においてはモチベージは大事です。ここのあたりの心情を説明するとします。まだまだこれからですが瞳ができてくるとモチベエンジンがうねりを上げてくる音が聞こえてきます。そして表情ができてくると転化し始めます。輪郭が出来上がると離陸準備が完了です。そうして、長い陰影作業の旅をお楽しみください。ここのあたりではシルエットの切り出しの効果が出ていて、切り出したシルエットマスクをはみ出さないだけでなく、ラフでもやっとしていた形に明確さを与える鍵の役割があって、やるとやらないでは迷わなくなるくらいには各側にも見え方が違ってきたりしています。何度か言及していますが線画を何と定義して描いているかは人それぞれあると思うのですが、私の場合はアンビエントオクルージョン、例外に黒いまつげなどのパーツ、全面ライトにおける陰影、輪郭などの複合でなっています。ので、どちらかといえば陰影作業に分類しています。アンビエントオクルージョンは光が遮蔽されるくらい領域のことです。平面からデコボコを削り出す彫刻のような作業かもしれないです。
翼については詳しくないですが手羽先の列と2つ目の羽の列、3つ目の大きい羽の列があるなぁくらいの認識で書いています。羽を一枚一枚描くのも楽しいですね。いやしっかり調べなさいよ。と言っているうちにライティング作業に入りました。ライティングと言いつつ陰影じゃないかというそこのあなた、その通り。正直明るい領域を書くことと、暗い領域を書くこと、どちらも同じ行為なので得意な方や都合に合わせて選んでいけば良いと思います。ライティングで意識することはライトの位置です。これは何をメインライトにするかという話にもなりますが、今回は月があるからといって月をメインライトに設定する必要はなく、好きな位置でライトは当てて良いものです。どんな撮影でも被写体を美しく見せるためにライトを設置するものです。なので自由にライティングしていいものですが、おすすめとしては基本的な3点照明方式を調べてやってみると良いかもしれません。私はメインになるライト、環境光、バックライトの3つを意識して後から調整しています。ここで重要なのがエッジのコントロールです。ざっとですが陰影にエッジのあるところは硬い印象、肌などのところはエッジをぼかすことで柔らかい印象などのほか、影の投影の近さなどの緩急をつけることで影にもエッジの部分で質感を出せます。ぼかしツールでぼかすほか、消しゴムにも筆圧ぼかし設定すると便利です。実のところ白で明るく浮き立たせる方が得意なのですが、暗くしてから明るくするとレイヤーを増やしてしまうことや、線画の後スムーズに移行する都合でこうしています。そしてハイライトの作業に入ります。現時点でハイライトはいくつか分割してますが、大きく濃いハイライト、薄いソフトライトと分けてます。今やっているのは環境光などで浮かび上がる薄く柔らかいライトをソフトライトとしてまとめて作業しています。ソフトライトはより浮き出す面を考えてレリーフ処理をするような感じの意識でつけていますね。ただベタに塗ってぼかすだけのように見えますがおそらく形状の認識力が大きく出てしまう部分でもあり、昨今では省略される部分の情報でもある気がするのでこだわらなければ必要ない気もしています。複雑な形状は凸の部分はもちろんですが、ボコの部分にライトを当てることを意識しています。途切れる面はエッジを残し、フェードして消える部分はぼかしたりします。理想としてソフトライトは認識されない程度の情報にの力薄める方がいいかなと思っています。程度を見てレイヤーの透明度でコントロールできるのでレイヤーは消している利点は活かしていきましょう。目の部分には先にハイライトを入れましたが、ここでアクセサリーの描画について見てみます。よくやる方法はレイヤー設定の境界線を使ってシルエットだけかたどる方法ですね。シルエットの切り出しと同じではありますが、細かな線や形状はブラシの境界線で線をつけるととても時短になります。ハイライトは先ほどのソフトライトのようにどこにでもつけるものではなく金属やグロスのようなツルツル面に限定して光源の反射を描いています。白飛びする部分を描いてはいますがレンズフレアなどの効果は後で別にあります。そしてハイライトが終われば最後に完成した陰影をぼかしたものをビビットライトで薄く重ねてよりレリーフ効果を出すようなことをしていたり、できた影レイヤーに内側に黒の交際を作って一致稜線を際立たせたりなどしてます。どちらもシンプルなことですがより立体感を作り出す目的で使っている自作のオートアクションになります。最後に影にグラデーションも加えて単調にならないようにし、陰影は完成となります。お待たせしました色付けです。
特に肌についての色付けはよく質問をいただきますが、陰影をコピペした後に便利なレイヤーのカラー設定を使って色をつけた後に自作の肌テクスチャを乗算します。さらに肌の表面か散乱を疑似的に作るために先ほどの影の内側の交際もコピーして赤色に設定します。あとは影の領域の彩度を落とすため領域を選択して黒をベタ塗り、レイヤー効果をカラーに設定し透明度で彩度をコントロールします。これで色をつける準備と一番下の肌色ができたので他の色をつけていきます。私はハードライト設定のフォルダーでの色付けをしています。ハードライトで気をつけることは 50% メイドのあたりで色を決めることだと思います。使っている色がそのままで安いハードライトは逆に言いますと下の陰影を潰してしまう可能性もあるということ。そうならないようにするには明度を上げたり下げすぎず、彩度と色相を設定していくような意識で色をつけていきます。色数が少なかったのであっという間に背景作業に入ります。どんな場合でも一つパースを使った方がいい背景物があればパース定規レイヤーを設定するとスムーズに進むと思います。今回は神殿のためにパースを引きます。はじめに地平線を設定し自身の目線の高さ、アイレベルが決定します。あとは神殿のシルエットに合わせてパースを合わせて描画する準備完了です。背景も基本は同じくシルエットから作ります。パースを元に骨組みを確認しシルエットだけ書き出してから中を描きます。フォグや空気遠近法をグラデーションを使ってラフですが色味や雰囲気を先に確認してみるのもいいかもです。最終的なコントラストやフィルター類も同じくざっと設定しておきます。フィルターに葉グラデーションマップをオーバーレイして色味の統一感出しとトーンカーブでのコントラスト調整をしています。可能であれば色ごとにレイヤー分けをしグレーで陰影付けしていければ、ここでもレイヤーのカラー設定で色付けが完了できる場合もあります。木や植物などは特に付属してる葉っぱの装飾ブラシで明暗がつけられればこの方法で色も完了できるのでおすすめです。次にリムライトや水面の屈折などの特殊効果を書いていきます。リムライトはエッジを際立たせつつ髪の毛や羽の透過光も書いていきます。この際の強度は筆圧によるコントロールですがこのペンは何も違和感なく作業できますね。厚塗りするときはスポイトの設定を画面の色を取得に変更します。そして水面の描写はほぼ厚塗りです。注意点は描画しているレイヤーより上にあるエフェクトやグラデーション類が表示してあるままだと取得した色と描画する色が違ってしまうので非表示にすることを忘れずに。水面の屈折はエッジを水面に合わせて歪ませるくらいの意識で描いていくとそれっぽくなりますね。屈折とハイライトの反射も描けたらほぼ完成に近づきました。少しの調整をした後、レンズブラーをかけて最後の仕上げ作業に入ります。今回は特にレンズブラーをかけなくてもいいイラストだったとも思いますがいつもの通りにかけたいと思います。レンズブラーは大きく2つの目的で使っていて、それは、情報の削減、と、視線誘導、です。これは焦点を固定するという強めの誘導効果がありますので、見せたい部分への誘導やその意味を強めることもできます。
重要でない部分もドラマチックにするだけでなく要点が限定、集中されることから描画面で言えばコストは低くなることがままあります。キャラクターイラストであれば自身が見入っているような感じを演出していると言えるかもです。これは依頼者さんへ向けた OC の演出ということですね。さて、仕上げの特殊効果などの作業をしているところで今回のカンバス16ジェネレーション3の総評をしていきたいと思います。以前のカンバス16 2.5K にも特に不満はなかったですが、この新作は液晶タブレットとして一つで左手ツールをカバーもできています。ホイールが2つあることでよく変更するブラシサイズなどとズームインアウトなどスムーズにできるようになっていますし、ペンについては3つのサイドボタンがあることで効率も大きく上がっています。これ実はどちらも個人的に初めて触れる要素でした。私の宗教上ペンのサイドボタンは、スクロールと右クリックが絶対なので、試しに3つ目サイドボタンにスポイトを設定したところ、これはぜひいつも欲しいなと思う要素になりました。解像度や繊細な描画ももちろん遅延のないセンサーやペンの筆圧感知など、性能が上がっていることで滑らかかつストレスがありません。十二分に仕事に使用することができ、キャリブレーション済みモニターは単純に綺麗かつ色に安心感があります。この価格帯でこんなにできていいんですかというのが正直な感想で本当におすすめできますね。気になる点があったとすれば、ショートカットキーにシフトコントロールオルトなどを設定しましたがシフトコントロールなどの同時押しが効いていなかったように思ったことですね。これはそういう仕様が想定されていなかったのかもですが、今後のドライバーの更新次第な気もします。ホイールの上部は頻繁に使うものを設定すると腕が疲れると思いますので、ズームインアウトがちょうどいい設定でした。気になったのはそのあたりでしょうか。当たり前ではありますが効率のためにはキーボードはあった方がいいと思いますね。ただ、キーボードもそこまで多用することなく、このようにイラスト依頼もスムーズにこなすことができました。画面タッチ機能を求めないならこれ以上に求めることがあるんだろうかという感じで本当に良い液晶タブレットだと思います。そしてそんなこの液晶タブレットカンバス16ジェネレーション3、今公式ストアで使える併用可能なクーポンコードが不意音様よりこの動画をご覧の皆様に提供されています。ぜひ、概要欄をチェックしてくださいね。さて、ようやくイラストも完成です。長い動画でしたがお疲れ様でした。それでは、ご覧いただきありがとうございました。月下の美しい女神様 OC をかけてよかったです。ぜひまた動画をご覧いただけましたら幸いです。もうすぐ夏休みだ。